皆さんこんにちは。TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL 第2回になります。よろしくお願いします。今回はですね、コーディネーツ、座標系についての説明をして、最終的には今ご覧いただいているようなこういうかっこいいものをちょっと作ってみたいと思います。GLSL。はい、これを使います。で、GLSL の座標系なんですけども、いわゆる、右手座標系というやつで、X は右方向に行くとプラス、Y は上方向に行くほどプラスというふうになっています。で、0から1の値をこの中で扱うことになっていて、で右下が、すいません、左下が X イコール0と Y イコール0。で、右上が X イコール1の Y イコール1になります。で、ついでに言うと、左上がx イコール0の y イコール1。で、右下が x イコール1の y イコール0と、こういう風になってます。で、これらをですね、ちょっと簡単に GLSL で色でビジュアライズできるので、ちょっと見てみたいと思います。例によって、外部エディターで GLSL を開きました。横に置いて並べてみたいと思います。ここで使うのがですね、この VUV という変数なんですけども、これは何かというと、この中に、今これが 256×256 のテクスチャーとかピクセルがあるんですけども、このすべての、座標の情報が入っています。このたったこれだけのものに入ってるんですね。で、基本的にこれタッチデザイナーの、GLSL トップでこの関数は勝手に使えることになっています。フラグメントシェーダーとバーテックスシェーダーを組み合わせるときには自分でバーテックスシェーダーの方からこういう変数を送ってあげないといけないんですけども、この場合は特にそこは考えなくて大丈夫です。これをちょっと使ってみたいと思います。で、この後ろに ST っていうふうについてるんですけども、これは何かというと、スウィズルと呼ばれるもので、こういうなんかベクターとかの値を表現するのに使われています。ST の他にはですね、RGBA とか XYZW なんていうのがあります。例えばですね、この Vector for Color っていうのがこの中に Vec410 なので、この中に4つ RGBA と全部1が入っているような状態になるんですね。で、これを取り出すときに、フロート、例えば R とかして、このカラー、こんな風にすると、一つ目のこれが取れるようになってます。で、他にはですね、G、もちろんこういうこともできますし、こういう風になってると。RG、間違ってますね。RGB と。こんなことできますね。で、他にちょっと面白い使い方があって、Vec4 Color とかこうするんですけども、例えばカラー2とかしてみましょうか。2とかしてみて、カラー RBGA とかすると、この B と G の値がひっくり返っているような、使うことができます。で、この RGBA っていうのと、他にもこう、XYZW っていうのと、あともう一つ、ここの BUB で使われている、何でしたっけ、STPQ ですね。STPQ というのがあります。で、このテクスチャーの時に使うこのスウィズルとしては、この ST っていうのが定番というか、こういう使い方をするので、他の人のこうサンプルコードとかを見た時によく使われていると思います。実際この色には RGB であったり、なんかこう座標系に XYZ だったり、こういうのを使うのは分かりやすいからだと思うんですけど、この ST の代わりに XY とかって入れるでも同じ結果が出ます。けどちょっと分かりにくくなってしまうので、こういう色だと RGBA を使ったり、座標で XYZ を使ったり、テクスチャーの時には ST を使うというふうにしておくといいかなと思います。
ではちょっとこれは置いといて、実際にコードを書いていきたいと思います。まず bubst というふうに入って、0000、さらに10と、こういうふうに書いてみます。なんかおかしいですね。これですね。これは st じゃなくて bubs になります。こうするとですね、この s が基本的に x 方向で t が y 方向ということになりますが、手の通りですね、ここには0から1の情報が入っているんですけども、赤の他の、G と B はもう0なので、この赤がどういう値が入っているかっていうのがここにジュアライズされています。また黒っぽいのからこう明るい赤になるまで、0から1の情報が X に、X の値に、X 値に応じてこう色がついているということになります。ちょっとこれをパッと見ただけでよく何やってるのかわかんないという方もいるかもしれないので、これをタッチデザイナーのインスタンシングでちょっと表現してみたいと思います。これはもうすでに書いてあるので一回消します。こうですね。で、まあ何をやっているかというと、こちらのインスタンシングちょっと一回大きくしましょうか。これで、グリッドがあって、このグリッドは 20×20 で、ちょっとその今シェーダーでやっているやつより小さいんですけども、20×20 のグリッドがあって、これをデフォルトだとマイナス 0.5 から 0.5 のとこにいるのを0から1のとこに配置しています。0で1、こっちも1ですね。で、ここが11と、こういうことになります。で、このソップを、チョップにして、インスタンシングに使っています。で、こうちっこいボックスがいっぱいあるというふうになってます。これをちょっと開いてみると、こんな感じですね。20×20 のボックスが並んでいるのが見えると思います。でですね、ここでやりたいことは、ジオメトリーで、今インスタンシングで、このポジションを全部 t をここにトランスレートに配置してるんですね。だから tx がこっちの流れ、ty がこっちの流れというふうになっているんですけども、ここに色情報を追加してみたいと思います。で、RGBA とあるので、R に tx、こちらを入れて、で、他は全部0を入れたいので、数値に変化のないZ を置いていきます。こんな感じですね。こうすると、分かりやすいと思うんですけど、黒から赤にこう変化していると。で、これだと200ピクセルあって、これが GLSL だと全て同時に処理をされると。1フレームにこのピクセル全てが処理されるというふうになっています。これでこう X 方向が、そうですね。このコードだけで全てのピクセルを同時に動かすというちょっと不思議な感じではあるんですけども、そういう言語だということです。で、今 X 方向をやったんですけども、これを今度はグリーンで表現してみたいと思います。Y 座標ですね。これ0にして、ここに t を置くと。今度はこの下から上で0から1に増えていくので、この t のグリーンの値が入っているということですね。これはどういうことかというとですね、こちらのチョップを見れば多分分かりやすいと思うんですが、さっきのこれ X もそうですね。ここで今回は Y なんですけども、こう20個ずつちょっとずつ増えていくんですね。20個ずつちょっとずつこう増えていってると。これがちょっと見てみると、これでこっちじゃない、ごめんなさい、こっちでこれをってみるといいです。で今度は、tz で ty、ここは x0 に全てに0が入って y だけ数字を持っているという状態です。こうなっていると。で、ここでこうなっているときに、要するに下から黒いとこから緑のになってます。
で、ここではこの数値はちょっとずつだんだんで増えていってるんですよね。ここが0で、こう0の20個並んでいて、ちょっと緑に近くなっているのがここ。で、だんだんこれが増えていって、最終的にはこの緑、グリーン1という数値になります。この一番上ですね。こういう感じになってます。で、これ縦横別にやるとこういう感じなんですけども、今度はですね、これに X と Y を情報を入れてみたいと思います。これに加え、赤の情報、R の情報を入れます。こうするとこういうグラデーションができるんですね。で、この X 方向だと、赤の0から1というふうになってて、今度は Y 方向も0から1というのを持ってます。で、ここになると黄色になるんですけど、これはやらぬ黄赤というか、R と G が1の状態、RG110 の状態のがここにあることになります。これも同じようにこのインスタンスでも表現できて、この場合はもう tx をこう入れてしまうと、こういうのが作れます。こうですね。同じのが作れるということです。はい。これで一応、座標系のですね、このフラグメントシェーダーには0から1が入っているというのが分かっていただけたのではないかなと思います。で、今度はですね、この0から1へと変化する値を使用して、先ほどお見せしたスプライトのアニメーションを作っていきたいと思います。いろいろやり方はあると思うんですが、今回はサイン関数というのを使用します。ちょっと別に作ります。GLSL。これちょっと置いといて。で、サイン関数っていうと、三角関数とかで皆さん思い出されると思うんですけども、にはこんな感じで、これサイン、いわゆるサインウェーブなんですけども、こう入っていく値によってマイナス1から1まで変化していくと、こう滑らかに変化していくと、こういうのがサインウェーブですね。で、この値を使って、色を表現していこうというわけなんですけども、実際にちょっとやってみたいと思います。これで、今度はサインというふうに言って、先ほど使った X 座標を使ってみたいと思います。BUBST と、こういうふうに入れてみる。あ、壊れましたね。ST じゃなくて S ですね。こういう感じです。あ、そうか。ちょっとこれだと、この透明が入ってしまうので、透明度を1で固定しようと思います。で、そのために、このカラーを1回 BEC3 にして、これでいけるかな。あ、いけないですね。BEC4。こういう風になりますね。この TD アウトプットスイズルは、ベクター4の値を取るので、このベクター4で作って、ここにベクター3の、カラー情報が入ってます。ここで RGB が入ってるんですね。で、カラーは RGB 全部同じ情報が入ってて、アルファはずっと1で固定という風なコードになってます。で、RGB 全部一緒なので、基本的に、黒から白のグレースケールの、画像になっています。こ
これはちょっと消してもいいので消してしまいましょう。こういう感じですね。で、この BUBS っていうのには基本的に0から1の数字が入ってるんですね。で、これが今0から1のサイン関数を実行した結果がこう入ってるわけなんですけども、ここでこれをいい感じにボーダーにしていくために、ちょっと数値を計算していこうと思います。ここでこのサイン関数を計算するカルキュレーターを見つけてきました。で、ここに入る値はラディアンで入れて計算するので、例えばこのサイン0みたいにすると、0が入ってきます。で、この0っていうのは今、この左端の状態ですね。0だと思ってください。で、ここに0から1までが入っているわけなので、この0とすると、単純にここは0から 8.41、0.84 の値が入ることになります。ですね。で、ここで例えば2とかして、0.90 から9.0.909274、こういう数字が入ることになります。で、僕らも例えばこういう数字を入れたいというふうに思ったときは、ここにx を2倍、単純に2倍すると、こういうふうにすると、この値が、0から 0.9 までの値が入っていることになります。で、このままだとちょっとよくわからないので、ここに 3.14 という数字を例えば入れたりすると、これで数字を入れると、基本的にだいたい0から1に行ってもう一回0に戻ると。こういう風な数字が取れます。だからここの間ができるわけですね。これで言うと、今ここからここの数値が入って0から1でここまでが来たと。こういう状態になります。で、さらに、ここに、この π の2倍の 6.28 みたいな数字を入れると、ここから0から1まで来て、1から0、マイナス1で0。ここまでの数字が入っていることになります。で、この、GLSL では、マイナス、0以下の数字は、すべて0と同じようなことになってて、色に出せないんですね。なので、そこは全部黒になっているので、0から1、で1から0まで行って、そこから0からマイナス1まで行って、また0に戻ってくるというのがここに入っています。で、今度はここの数字をさらに増やしていくと、こう2周すると、これがこの波が2回ある感じですね。こんな感じになります。別にこの π の値を使わなくてもよくて、ここに10とか入れれば、ちょっと戻っちゃいましたね。ここに20とか入れると、こういうふうな、波がどんどん増えていくと、こういうことになります。どんな数字でも、いっぱい入れれば入れるほどどんどん周期が速くなっていくと、こういうことですね。これと一緒で、入れるとどんどんこんな感じですね。0から1、マイナス1の表現が繰り返されるわけですね。で、こう見てわかると思うんですけど、この白い部分よりどうしても黒い部分の方が大きくなるんですね。それは基本的に1からマイナス1の周期の繰り返しなので、0からマイナス1までいって0の部分は全部真っ黒になるので、黒の部分の方が多いことになります。でちょっとここに適当な数字を入れておきます。このぐらいのボーダーがかっこいいんじゃないかと思って。でですね、これでもなかなかいいと思うんですけど、ちょっと今度はこれにアニメーションというか、これ動かしてみたいと思います。で、GLSL 単体ですと、
体というか、この1個だけのものだと、前のフレームとか、前のフレームの変数とか、そういうのを保存しておけないので、ですけども、ここではちょっと動きをつけるために、時間という変数をこれに与えていきたいと思います。こういう時にはですね、その CPU 側からこの GPU、この GLSL に変数を送るときにですね、ユニフォーム変数というのを使います。これはまずコード内でそのユニフォーム変数を宣言します。これがすでにサンプルのあるこいつですね。ユニフォーム。ユニフォームっていうのを頭につけて、ここは、型ですね。今回、時間を使うので、このフロートのままでよくて、例えばこんな風な変数を作ります。何でもいいんですけど、この、一応これ僕の自分の決まりで、ユニフォームのタイムっていう変数を作ったということになります。これはいろいろ、例えばシェーダートイだと iGlobal タイムになってたり、そのサービスというかソフトウェアとか、なんですか、ちょっとお作法というかあるんですけど、今日何でも大丈夫なので、自分で使いやすいものを使ってください。僕は今こういうふうに使っています。で、今度はこの値をどうやって持ってくるかということなんですけども、ここに手動でこう書いていくことになるんですが、その便利な機能があって、このロードユニフォーム、これ一回セーブしてないか。ロードユニフォームネームスっていうのを押すと、ここに自動的に入るようになります。ここで宣言しているものがですね。こう一回クリックして、すると、入ってない。これなんか間違ってますかね。まあいいや。ちょっと入ってないので、手動でやっていきたいと思います。UTime。で、ここに UTime というふうに、これがユニフォームネームで、この名前と一致させるわけですね。で、これは見ての通り4つあるんですけども、そのベクター4としても使えるんですが、この最初の1個に入れて、フロートという形で使うこともできます。ここに、いつものアブスタイムフレームみたいな、こういうのを入れたりします。ここですね。で、ここで、ここのバリューが入ったので、この値が、GLSL の中で使えるようになります。例えばですね、ここにこうプラスでこう置いてみると、こうアニメーションが走るわけですね。ちょっと早いなと思ったので、こういうふうにします。どういうことが起こってるっていうと、基本的にこの波が動いているというような形になります。これはこの波にサインに対してこういう値が入ったときにこういう波ができるというふうなんですけども、さらにこれをこう動かしていると。こういうイメージですね。こんな感じですね。で、もちろんこれはですね、今、色は、横でやっているんですが、これをこう、縦にすることも簡単にできます。これで、このスピードを変えれば、またこう、アニメーションも速くなりますし、ここで数値を変えれば、この周期も変わるというふうになってます。はい。というわけで今日のところは、ここまでにしたいと思います。今日はですね、このタッチデザイナーで GLSL の座標系をちょっとみんなで学んで、ちょっとしたアニメーションを作ってみました。次回からはまたもうちょっと複雑なことをしていければなと思います。TADSW では YouTube チュートリアルの他に
毎月2回程度週末にライブ配信ワークショップを行っています。チュートリアルで TDSW に興味を持っていただいた方、ぜひライブ配信ワークショップにも遊びに来てください。また TDSW は Patreon を利用しています。現在 YouTube 作成支援プラン、ワークショップ動画見放題プラン、ワークショップ動画およびライブ配信動画見放題プランの3つのプランがあります。単体でワークショップに参加されるよりお買い得になっておりますので、ご検討いただければ幸いです。概要欄にリンクを置いておきますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。